ヒゲアーカイブセカンド。どうも内田智之です。今回からね、ヒゲアーカイブセカンドとしてお届けしていこうと思うんですけれども、ぶっちゃけね、何が変わるというわけではありません。内田智之フリーランス時代突入ということでね、第1弾はこれしかない大桟橋をお届けいたします。すでにね、ホームテイクで大桟橋は配信したんですけれども、あれは別枠ということでね、今回のがリビルドになります。僕はね、弟ひろゆきとウッチーズを結成して紅白を目指すんで会社を辞めますと大真面目に言って退社したんですけれども、そのウッチーズのデビューへの道筋を作ってくれたのもまたビートマニア 2DX だったというわけです。自分が言い出したウッチーズというユニットが作品を持って初めて世に出るということで、相当気合が入っていたと思います。ちょうど作っていたのは今ぐらいの真夏でしたね。パワーマック G5 を買って 100% ソフトウェア音源で制作し始めた時期だったので、作業中 Mac のファンがブンブンうなってたのを思い出します。今回のリビルドはですね、この間のホームテイクのボーカル素材を使いまして、初のゲーム版アレンジによるフルサイズで蘇りました。16年の時を超えたひろゆきのボーカルのパワーアップ具合が非常によくわかります。それでは2020年版大桟橋行ってみよう。よかろう。それではスタート。風に吹かれて波打つ水の潮の香りに包まれる空に浮かぶ雲流るは揺られて進むか海の橋君が見上げる空に咲く花遥か遠くに消えねども君が見せる優美な笑顔心にいつまでも残ります。風に吹かれて流れる髪の甘い香りに包まれる心浮かぶ時流るは二人運ぶか大桟橋。はい、いかがだったでしょうか。ようやくみんなが求めていた大桟橋が完成したといった感じでしょうか。
この大桟橋という曲は歌詞が先にできたということもあって、僕以上に生みの苦しみがひろゆきにはあったようです。その辺の経緯を踏まえてね、今回ひろゆきにロングインタビューをしてきました。もうね、16年分の言いたいことが積もりに積もってずっと喋りっぱなしだったんですけれども、そこをギュッと編集しましたので、ぜひご覧ください。どうも、内田博之です。大桟橋をテーマにした理由ですね。まずこの話をもらった時に、ジャパンというタイトルで作詞をしてくれと、智之から言われまして、まず最初に思いついたのがもう大桟橋だったんですね。当時、大桟橋いいよって勧められて、足が通っていいところだなと思ってたところに、この話が来たので、ジャパンかと思いつつも、もう大桟橋にしようと聞いた瞬間から思ってました。作詞にあたって、大桟橋というテーマで作ると決めたはいいものの、パッとすぐにできたわけではなくて、何度も大桟橋に足を運んでイメージを膨らましていったんですけど、周り見てもランドマークタワーだったり、コスモクロックだったり、ベイブリッジだったりとかで、古風な感じのジャパン、日本っていうにはハイカラすぎるなというのもあり、なかなかその形にできなくて、期日とかも決まってるので、いよいよこう塵に火がついた状態で作んなくちゃいけないって言った時に、もう本当にずっとイメージを膨らましてきたものが一気に形になって、完成形の歌詞がドーンと降りてきた感じで、本当に手を動かし始めたら30分以内であの歌詞ができた感じです。作った当初はゲームサイズの1番3番、あのサイズで完結してできてました。ただ短いかなとその時は思って間に2番の歌詞を入れたんですけど、曲自体がスローなテンポの曲になったので、ちょっと長いということで、もともと1番3番だったので真ん中を削った形でゲームサイズにはなってます。今回のリビルド版ではロングバージョンというところでお楽しみできるかと思ってます。これは大桟橋だけの話じゃないんですけど、詞が先で先行してくる時っていうのは、智之に歌詞を渡して、そこにメロがついて、仮のオケがついた状態のが降りてくるんですけど、これがいつも楽しみで、大桟橋の仮メロが降りてきた時に、あまりのしっくりしたに言葉を失うというか、ハマったなという、すごい感動したのを覚えてます。最初に降りてきた時って、本当にメロだけで、どっちかというとピアノアレンジみたいな感じのイメージで降りてきたんで、ゲーム版の完成形は、こうなるんだっていう驚きも少しありましたね。多分、ウッチーズの中でも一番歌い込んだ歌であることは間違いないし、これぞウッチーズっていうのを知らしめることができた楽曲でもあるので、ライブを昔重ねてやってた時も、大桟橋を外した回って多分ないと思うんだよね。大桟橋を歌うときは、これを皆さんが聴きに来てるんだっていう気持ちで歌ってたんで、しばらく歌ってなかった時期があるんですけど、久しぶりにこうやって歌ってみても、スッてこう歌に踊ってくれるぐらい自分には染みついてる歌なんだなっていうのは、前回のライブ、今回のリビルドにおいても思いましたし、また自分の歌ってない中でも自分の中で成熟しているものもあって、歌ってても昔歌ってたものとの違いというか、声の伸びであったりとか、ここの表現をこうしようとかっていうものが自分の中でも余裕を持って歌えるようになったなっていうふうには感じています。もっともっと多分みんなの中で出来上がったこの曲が一人歩きして、それぞれが抱く大桟橋っていうのを壊さず、かつもっといいものにできるように今後も歌い上げていきたいなと思ってます。ロケテの話。ビートマニア 2DX のレッドのロケーションテスト、池袋のサントロペお呼ばれされたので、こっそりお忍びで見に行ったんですね、智之と。当時はまだ僕顔も割れてなかったので、その筐体の隣にあるバーチャコップ3、僕ガンシューティング大好きなんで、バーチャコップ3遊びながら横目で見てたら、割と大桟橋を選んでくれてる方が多くて、いつもはワンコインクリアできるバーチャコップ3がそっちが気になってて、どんどん食らってやられて死んじゃうみたいな、当時ロケで参加されたという方がいらっしゃいましたら、隣で実は遊んでましたっていう。撮影エピソードですね。大桟橋のムービーを作るにあたってですね、実際に大桟橋に足を運んで CD プレイヤーで流しながら歌って撮っていく作業をしていったんですけど、許可はもらっているものの、大桟橋自体を入場制限するとかはないので、事情を知らない方々が、当時はまだガラケーだったと思うんですけど、カメラで歌ってるところを撮っててね、恥ずかしかった思いがあります。
ムービーを見てもらうとわかるんですけど、一箇所で歌ってるわけじゃなくて、いろんなところでフルコーラスを何回も歌っていたんですけど、大桟橋ってすごく長くて、一番先頭の周りも全部海っていうような眺めのところで、二層構想になってて、下の働いてる人からしたら海に向かって気持ちよく歌ってるやつがいるぞっていう、ものすごい変な顔で見られてる中歌ってたのがすごく印象的です。撮影恥ずかしかったこともいろいろあったんですけど、大桟橋をテーマにしたこの大桟橋という歌を大桟橋という場所で歌えたということ自体はもうあれ以来ないので、あそこで思いっきり歌えたっていうのはとてもいい思い出になったなと思ってます。前回の大桟橋ホームテイクの時コメントたくさんいただいて、もう動画アップしたから毎分更新していろんな方のコメントいただけるのを楽しみにしながらリアルタイムで見てたんですけど、大桟橋にしかりウッチーズすごく愛されてるんだなというのをすごく感じまして、正直ともゆきのチャンネルに顔を出して足引っ張っちゃうんじゃないかなっていう心配も不安もあってですね、意外と待っていただいているんだなっていうので、今後は安心して出られるなというところもありつつ、皆さんに楽しみにしていただいてるんだなっていうのが、次の活力につながるなというふうに感じてます。コメントの中に、あれはビートマニアの大会のプレイヤーの方が大桟橋チョイスして、周りにいるギャラリーの方たちがみんなで大桟橋大合唱してる動画初めて知って、ものすごく感動しちゃいましていや、あの場にいたかったな、すごく嬉しく思います。ありがとうございます。今後も大桟橋いろんな形で歌っていきたいと思ってますが、将来的にまた大桟橋という場所でこの大桟橋という曲を何かしらの形で公式にまた場所で歌えたらいいなと思ってます。ともゆきがね、こうして YouTube チャンネルを開いて、またウッチーズとして楽曲をお披露目できる場を設けてくれたので、今後もね、ウッチーズの今までの楽曲も新しい楽曲もこのチャンネルを通じてどんどん配信して皆さんにお披露目できたらいいなと思ってます。制作の方これからどんどん頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。はい、ここまで見てくださっている方ありがとうございます。ということでね、ヒゲアーカイブセカンドではウッチーズの配信も増えていくかと思いますので、ぜひご期待ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。